こんにちは、エブリです。今年も無事に服飾費予算を大幅超過してしまったということで、今年購入してきました最高のアイテム14選を2023年ベストバイという形で紹介していきたいと思います。はい、ではまず1着目、メゾンマルジェラのダーティーウォッシュデニムパンツです。これは 22AW のアイテムでして、天野着さんのインスタを見てて普通にかっこいいなと思ってたんですけれども、定価が10万1000円ぐらいでなかなか高いなと思ってて、しかも普通に売り切れてて、じゃああかんかなと思ってたところに、ちょうどファーフェッチのセールでマイサイズが残っているのを見つけまして、恐ろしく分かりにくい出品、俺でなきゃ見逃しちゃうねしました。数あるデニムの中でもトップクラスに汚い汚れ加工になっておりまして、おそらく数年前の自分だったら確実にはまらなかっただろうなと思いつつ、年々ですね、こういうグランジなスタイルに惹かれている自分がおりまして、今のタイミングだとすごいドンピシャだったんですよね。サイズは32で、シルエットは普通のストレートになってます。で、後ろにこういう風な感じでカレンダータグがついていて、ガリアーノがデザイナーになってからかわかんないですけど、ホックがこういう風なところで赤色の糸でアクセントとして効いているっていう感じです。はい、非常にかっこいいアイテムです。はい、では次です。時系列的には2番目なんですけども、確実に今年のスペシャリテ MASU のギャラクシージーンズです。これは 23SS のアイテムでして、1月8日に横浜で開催されたマスボーイズランドっていうイベントの中で限定販売されたアイテムになっております。ヴィンテージのリーバイスがベースになっていて、その中に名前の通り銀河を描くようにですね、このラインストーンであったりスタッツであったりが散りばめられたカスタムデニムという風な感じになっております。もう正直一月の手取り全部持ってかれるぐらいの金額ではあるんですけれども、本当にかっこいいアイテムでございまして、後悔なく最高に満足度の高いアイテムでございます。で、自分がもう MASU というブランドにのめり込むきっかけになったアイテムでもありまして、こちらは別動画で紹介しておりますので、ぜひ興味持たれた方そちらご覧いただければと思います。続きましてこちら MASU のディスコフーディーになります。これはプレネで購入しました。これも別動画で紹介してるんですけれども、先ほどのギャラクシージーンズを購入したマスボーイズランドのイベントにおいて、もう非常にたくさんの方が着用されていて、やっぱえげつなかっこいいなとなりまして、そこからオークションを見張り続けて、結局ちょっと上がって5000円ぐらい高く購入したアイテムになっております。これも 23SS コレクションのアイテムでして、マイケル・ジャクソンをイメージしたコレクションの中で、ステージ衣装のような大量のスパンコールを逆にこういうデイリーなパーカーというアイテムに落とし込んだっていう風なアイテムになっております。これも別動画で紹介しておりますので、ぜひよろしければご覧いただければと思います。続きましてこちら MASU のネバーランドスウェットパンツです。こちらはバギーシルエットのスウェットパンツになりまして、先ほどのディスコフーディーと同じくコレクションのテーマであるマイケル・ジャクソンとゆかりのあるネバーランドの文字がプリントされているモデルになっております。個人的にですね、学生の頃は結構こういうグレーのスウェットを使ってスタイリングを外すっていうのが好きやったりしたんですけど、年々そういう気分じゃなくなってきていて、わざわざジャージっていうアイテムがあるのにこのスウェットを使ってスタイリングを外す理由って何なのかっていうのがちょっとわからなくなってきてたんですけど、これはですね、もうシンプルにこのバギーシルエットがめちゃくちゃかっこいいし、さらにただただ何でもないグレーのスウェットってわけじゃなく、こうやってネバーランドっていう文字が、これデザイナーの後藤さんが書かれた字らしいんですけど、プリントされているっていうことでアクセントにもなっていて、めちゃくちゃかっこいいなと思って購入しました。はい、続きましてこちら MASU のポップコーンスウェットシャツになります。もうほんまに MASU ばっかりやんけっていう感じなんですけども、すいません、ハマっちゃったんですよね。かっこいいんで許してください。で、こちらのポップコーンスウェットっていうアイテムは MASU の定番の名作アイテムなんですけども、本当にね、
見た目の5倍ぐらいは使い勝手いいアイテムと思ってください。はい。とにかくですね、これがないと成立しないスタイリングもあるんちゃうかっていうぐらい、インナーとしての雰囲気作りであったり、あと丈感の絶妙な調整ですね。全てこいつが取り持ってくれるので、本当に汎用性の高い名脇役アイテムになります。で、定番リリースされているので、本当にデザインが気に入った時に狙っていただくといいんじゃないかっていうぐらい、めちゃくちゃおすすめのアイテムです。続きましてこちらです。セントマイケルの T シャツになります。セントマイケルの T シャツはですね、もうずっと気になっていて、このヴィンテージ感のある加工であったり、このプリントの気の利き方であったり、ずっとかっこいいなと思ってたんですけど、やっぱりどうしても T シャツに3万円出すのって厳しいなって自分の中であったんですね。はい。ただ、このデザインは本当に今まで見た中でも一番かっこいいなと思ったところがあって、こんだけ思った T シャツは買っとこうかと思って狙いに行ったんですけど、やっぱその迷ってるうちにもう秒速で完売しておりまして、なので泣く泣くオークションでプレネで購入したっていう感じになりますね。最近もう夏クソ暑いんでね、何着んねんっていうような日があると思うんですけど、これぐらいかっこいい T シャツあったら自分の中でも多少は納得したスタイリング組めるんちゃうかなと思って購入いたしました。最後です。続きましてこちら、エッセイのノースリーブ T シャツになります。いつかですね、なにわ男子の道枝くんが表紙に載ってる面の回がありまして、そのスタイリングがデニムとノースリーブ T っていう感じでめちゃくちゃかっこよかったんですよね。で、このスタイリング自分もしたいなって思ってノースリーブ T いろいろ検索しまくって、中で一番自分がかっこいいなって思ったのがこのエッセイのやつやったんで購入いたしました。といってもそのタイミングでですね、もうかなり狙われていたのかほとんど全国完売しておりまして、1点だけうまいこと見つかったんでそれを購入したっていう感じになっております。このですね、ヴィンテージ加工の感じであったりとか、その一方でタグがこういうちょっとメゾンブランドっぽい感じになってるあたりであったりとか、エッセイらしい古着とモードのミックスが1枚に決まったほんとかっこいいアイテムだなと思っております。ただですね、ノースリーブ T ってどうしても着るのハードル高かったりするので、自分も頑張って筋トレしてですね、三能のスタメンぐらいの二の腕に仕上げていきたいなと思っております。はい。続きましてこちら、サンシーのアイスナスポケット T です。先ほどのですね、セントマイケルであったりエッセイであったりでめちゃくちゃカットソー周り強化した年だったんで、もうこれ以上はいらんよって正直思ってたんですけど、サンシーがね、厄介なことに気の利いたやつ作ってしまったんですよね。でもうこれはかっこいいからしゃあないわということで、もう泣く泣く購入いたしました。デザイン的には前にですね、アイスナスアゲインストザマシンと書かれておりまして、おそらくこれでお気づきの通り、レイジアゲインストザマシンをパロディしたバンドティーみたいな感じで作られているアイテムになりまして、そのレイジの部分をアイスナスと書かれているっていう感じですね。で、このアイスナスって見てもらうと分かるんですけど、サンシーをですね、鏡文字で書くとこういう風な表記になるんですよね。はい。ちょっとそういう風な遊び心の効いたアイテムになっておりまして、鏡文字というとですね、もう個人的にはブラックジャックのキノコが活躍する回を思い出してしまうんですけれども、そんなことは関係なく、この独特な配色の感じであったりとか、レーザーパッチがちょっと効いている感じであったりとか、なんでかこの正面にね、ポケットがついていて、そこにこれ手すりで星がプリントされている感じであったりとか、もうなんかいろいろかっこいいアイテムなので、すごいおすすめというか気に入っております。続きましてこちら、 MASU のマスボーイズデニムバギーのインディゴフェイディドですね。かっこいいっすね。これはもう MASU 定番のバギーシルエットのデニムパンツになりまして、でやっぱ MASU のバギーといえばこの特徴的なのがここのこれですね。レーザープリントされたウォレットチェーンの柄になりまして、これね、結構履くまではピンとこないというか、なんかちょっといかつすぎるやろっていうイメージあると思うんですけど、いざ履くとですね、めちゃくちゃかっこいいです。
これね履いてみないと分かんないですけど本当にかっこいいアイテムです。はい、なのでもうこれについてはまた改めて別途アイテム単体として紹介したいと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。続きましてこちら、イーラのバックロゴビッグトートバッグになります。自分はいつもはですね What's in my bag の方でも紹介しておりますバスコのレザーバッグを愛用しているんですけど、最近の真夏の暑さの中であのレザーやとちょっと暑苦しいかなって思うところがあって、夏用に一つ探していて購入したのがこのイーラのトートバッグになっております。本当にシンプルな何でもないトートバッグであるんですけど、逆にここまで無害でオーガニックなトートバッグってないような気がしていて、でとってもね短くも持てるし肩掛けでも持てるみたいな2つついていて、めちゃくちゃ使い勝手含めておすすめのアイテムです。残すところあと4アイテムになるんですけれども、あらかじめ大詫びしておくと全て MS です。すいません。ではそんな中からまず1つ目いきましょう。こちら MASU のフラッグスカーフになります。こちらかなり実は名品番なんちゃうかなと思っておりまして、巻物って何かとデイリーに使えてちょっとした小技としても使えるめちゃくちゃ便利な汎用性高いアイテムなんちゃうかなと思ってるんですけど、これはですね 23AW シーズンのテーマのマリアージュをかなり色濃く反映したアイテムなんちゃうかと思っておりまして、実にアメリカらしいこの星条旗やんみたいな感じのデザインが思いっきりフランスと馴染み深いスカーフというアイテムに落とし込まれているっていう風な感じになりまして、 What's in my bag の方でも言っちゃってるんですけれども、真夏でねクソ暑いからって言って半袖で外出てきたのに、意外と建物の中で映画館であったりレストランとかは空調効いてて肌寒いとかいうことかなり多いと思うんですよね。でそういう時にこれ1本持ってればかなりおしゃれに羽織ることもできますし、自分が使わなくても連れの方に「侍か!」とか言うてね、貸せたりすると結構スマートなんちゃうかなと思っております。はい、続きましてこちら MASU の13スタジアムジャケットです。もう今季これよりかっこいいアウターありましたかって思うぐらい個人的には気に入ってるアイテムでございまして、後ろにねこうデカデカと13という一見不吉そうな数字が入ってるんですけれども、この13という数字実はですねウォルト・ディズニーさんが自分のラッキーナンバーとして掲げてた数字であるとも言われていて、というのがこういう一見不吉やとかそういうふうなこと言われるけど、そんな身もない迷信に惑わされるなみたいなメッセージが込められているらしくて、でそういうふうな物語をベースにデザインが組まれていったアイテムっていうことでね、この 23AW のアイテム本当にかっこいいアイテム多かったですけど、その中でもとりわけストーリー性高かったかなっていうことでめちゃくちゃ気に入っております。続きましてこちら負けず劣らず最高の一着ですね。 MASU のコズモジップアップコートになります。こちらですね、自分は MASU のマスボーイズランドに実際参加しておりましたので、その場で 23AW コレクションのマリアージュを見ることができたんですけど、その中でシンプルに一番かっこいいなって思ってたのがこちらのコートになりまして、ただどんな素材でなってるかとかこの光ってる感じがどうなって光ってるのかっていうのはその場では分かることができなかったので、自分の予想としてはギャラクシージーンズみたいな形でラインストーンとかを貼りまくってるんちゃうかなと思ってて、でデニムにラインストーン貼るんやったらいいんですけど、ウールに貼るんだったら結構外れやすいかもなとか思ってて、でそういう懸念があったのと、デニムで20万円やったらコートにしたらいくらすんねんと、多分そこで25万30万近くしてくるんちゃうかと思って勝手に諦めてたアイテムだったんですけど、蓋を開けるとですね、ラインストーンじゃなくってこのテキスタイル自体にですねスパンコールが編み込まれているっていう風なところになりまして、でだから壊れやすそうっていう風な懸念点が一つ避けられたのと、さらに価格もですね25が30万ぐらい近い読みでいたところが15万っていうところで、もちろんね高いんですけどじゃあ余裕で欲しいっすってなってしまって、
購入したアイテムになりますね。はい。ちょうどMSU が東京のプライズとか取ったタイミングだったんで、そのお祝いも兼ねてね、なんか自分はできることないかと思って、えぐい大義名分ですけども、購入した感じになっております。さて、それでは栄えあるラストのアイテムになります。こちら MSU のベルベットジッパーイージーパンツになります。これもですね、コレクションからチェックしておりまして、で実物のこの色味であったり質感、本当に最高です。これはですね、 MSU になってから初めてのファーストコレクションですかね、 2019AW ぐらいのコレクションで使われたグレーの生地、もともとグレーだった生地を2色でタイダイ染めして染色しているみたいで、イメージ的には日焼けしたアンティークソファーみたいな感じになるようにデザインされているみたいです。本当実際にそんな感じでもうめちゃくちゃかっこいいです。自分は MSU にハマったのがこの2023シーズンからだったので、そういう意味でもこのファーストコレクションと何かしらの意味合いをつないでくれるアイテムって素敵だなと思って購入いたしました。で、この同じ生地を使ったアイテムっていうのは他にもシャツとジャケットがあるんですけれども、自分はパンツで購入させていただいたっていう感じで、まずどうしてもこの生地のアイテムが欲しかったんですよね。でそこに自分結構 MSU のパンツの特にバギーですね、バギーのシルエットめちゃくちゃ気に入っていて、なのでそのバギーのシルエットでこの生地感やったら間違いないやろというふうなことで購入しまして、結果大正解でした。はい。でも何が特に良かったかっていうと、こんだけ副力の強いパンツってなかなかないんですよね。はい。やからこれまであまりにも同じくね、副力が強すぎてアウターとして浮いていたアイテム、サカイであったりとかダブレットであったりとか、その辺のアイテムがですね、こいつ合わせることによってなんかもう急に友達ができたかのように輝いてくれるんですよね。はい。そういう意味で前までのワードローブをかなり一着で活性化させてくれたかなって思っていて、それが一番良かったですね。はい。で、このアイテム含めてさっきのアウター2着とかもですね、本当にめちゃくちゃかっこいいアイテムで、もう話足りない部分多いので、またね、いつか個別でご紹介していきたいなと思っております。はい、そんなところで2023年ベストバイのご紹介でございました。いつもはですね、アイテム個別に紹介していく、変なね、変わったナレーションで紹介していく動画が多いんですけれども、たまにはこんな感じで企画ものもやっていきたいなと思っておりますので、もし気に入っていただけたという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録であったり、コメントであったり、高評価とかしていただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとですね、インスタグラムも非常に細々とやっておりますので、もし気づいたという方いらっしゃいましたら、フォローしてくださるととても嬉しいです。はい、それではご視聴くださりありがとうございました。